今日はですね、私ワーホリに来ている方にインタビューして、実際ワーホリ中での、辛かった経験とか、楽しかったことについてインタビューしてきました。私は今1年半ぐらいかないて、1年目はワーホリだったんですけど、来る前はやっぱりすごく不安でいろいろ調べてたりね、してたんですけど、実際来てみたらやっぱりね、想像してたのとは違ったので、今日はそのことについてお話ししていきたいと思います。今回は長くなってしまうので、2回に分けたいと思うんですけれども、今回はワーホリで大変だったことや辛かったことについて、紹介していきたいと思います。私のエピソードで言うと、最も辛かったなって思うのはやっぱり文化の違いでした。私は千葉県の田舎に生まれたんですけど、ここにニュージーランドに来る前に東京に住んでいたので、私はすごく都会が好きで、なんでかっていうと便利だし、友達ともすぐ会えるし、それに、家族とも近いし、とにかく便利でいろんなものがあるし楽しかったです。それから私はニュージーランドに来たので、やっぱりね、ニュージーランドは皆さん多分想像してる通り自然がいっぱいあるんですね。ただ娯楽っていう意味では本当に少ないです。あるっちゃあります。シティに行けばあるんですけど、それでも、物価が高いので日本みたいに同じように遊ぶことは難しいです。私はちょっとシティからかなり離れてたところに住んでたので、そこは本当にスーパーとちょっと小さいモールとかっていうのしかなくて、本当に何もないなって思ってしまって、がっかりしました。なんかね、これだけ聞いてると別にそんなもんかって思うかもしれないんですけど、実際体験してみると本当にね、日本でやっていたことが恋しくなったりするんですね。あとは小さい些細な出来事、その文化の違いですね。例えば、食事に関してもそう、もちろんね、日本食レストランとか美味しい他の国のレストランはあるんですけど、日本食をね、同じクオリティで求めてはいけないなっていうことに気づきました。なので私は食べることが大好きだから、そういうね、食べ物のことに関してもちょっとしたストレスだったり、あとはバスと電車、私は通勤にバスと電車を使ってたので時間通りに来ないし、たまにキャンセルになって来なくて、結局ウーバー使ってさらに高いお金払ってみたいな、そういうね、不便さもすごく私にはストレスになってしまって、そういうね、些細なことなんですけど、そういうのが積み重なってすごくもう日本に帰りたい、日本だったらこんなことなかったのにっていう風に思ってしまいました。それが私は一番大変だったことです。やっぱり文化の違いですかね。私は海外に住んだことがなかったので、多分そういった理由もあるかもしれないんですけど、もう違うね、国に行ってる方であればそういうのは慣れてると思うんで、ただとにかく不便っていうところですかね。そして私はすごくせっかちなので、結構計画通りに物が進まないとイライラしてしまうタイプなので、すごくそれに合わせていくのが大変でした。ただね、場所とかは改善して改善できるじゃないですか。例えば住む場所とか、そういう交通機関を使わないところに行ったりだとか、あとはもうその文化を受け入れるしかないですよね。ないものの中でどう自分が楽しむかっていう、そういうのにだんだん気づけて、ようやく今は落ち着いています。ただ、
やっぱり私は都会が好きな人はニュージーランドはちょっと難しいかなと思います。もちろん大丈夫なんですけど、ただ調整、そのギャップがすごすぎて、ちょっと結構衝撃を受けるかもしれないです。とにかく何もない何もないに尽きるんで、もし都会が好きな人とかであればもうちょっとね違うところ、オーストラリアだったらもっと都会だと思うんで、そういうとこに行くとか、自然が好きな方はとってもいいと思います。はい、ということで私の辛いことはそれについてですね。仕事は、結構運よくスムーズに決まったので大丈夫だったんですけど、本当そこら辺かな。で今回は私一人だけじゃね、みんなね辛い経験っていうのは人それぞれ違うと思ったので、いろんな人のお話を聞きたいなってことで、私がちょっとねワーホリに来てる方何名かにインタビューをしたので、そちらを今からお送りします。やっほー、みーちゃんです。今日は、スペシャルゲストに来てもらってます。YouTube でインタビューをしたくて、それでスレッズの方に投稿したら撮影を協力してくれるってことだったので、今日はニューマーケットに来て今撮影しています。それではスタート。よし、では自己紹介をお願いします。はい、リラです。24歳です。1月末にニュージーランドに来て今4ヶ月目になります。今はダンサーとして活動しながらたまにホスピタリティの仕事したりしてます。はい、はい、辛かったことについてお伺いしてもよろしいですか？はい、辛かったことはやっぱ仕事探しはめっちゃ辛くて、やっぱダンサー一本の仕事だとお金があんまり稼げないので、飲食の仕事をしようと思って、来たのが1月っていうこともあってめっちゃ暑かった時に、ネットでも何回かアプライはしたんですけど、やっぱ全く返信が来ないので、こう外歩き回って CV をドロップオフしてみたいなのは結構大変でした。CV を配って見つかったっていう感じですかね？そうです。もう CV 配り歩いて、3件4件ぐらい返信が来て、働かせてもらうことになったんですけど、なんか結構強引なんですけど、私はもう働きたい職場には2回でも3回でも顔を覚えてもらうためにやっぱ行かないとなと思って、結構強引に毎日どうですかどうですかっていうのを聞きに行ったりしてました。やっぱそれが大事ですよね、その気合を見せるっていうか印象をつけるっていうのは結構大事かなと思います。やっぱ仕事探しが一番難しいんですね。仕事探し、そうですね、本当運って言われるけど、でも運が良かった方だと思ってて、もうついて2週間目とかには働けてたので、やっぱ中には3ヶ月4ヶ月探してもつかめない、仕事を取れない人もいて帰っちゃうっていうのもちらっと聞いてて、ちょっと怖かったんですけど、でも根気があればすぐに見つかるんじゃないかなと思います。素晴らしいです。じゃあポイントとしては、もし見つからない場合はそこに同じ場所に何回も行って印象づけるっていう感じですかね。気合を見せるっていうか。そうですね、私の場合はなんかそこでマイナスはないんじゃないかなと思ってます。そうですね、はい、それは私も賛成です。マイナスなことはないと思ってます。他は仕事以外には何かありますか？困ったことだったり、なんか大変だったこと。
困ったことはたくさんあるんですけど、一人暮らしが初めてだったっていうのもあって、で今までだったらご飯とか洗濯とか全部やってもらってたんですけど、自分の生活を新しい環境でしながらさらに自分の身の回りのこともしないといけないっていうのはちょっと大変だなって思う時もあるんですけど、徐々に慣れてって今はなんとか生活できてる感じです。あとやっぱダンスの情報を見つけるのは日本にいる時にはやっぱネット上でしか情報がなかったので、あんまり見つけられなかったんですけど、ニュージーランドに来てから、レッスン受けたりとか徐々に輪を広げてって情報を取っていくみたいなのは、結構注力して頑張った点ではあります。はい、じゃあ最後に何かダンスのこと PR とか伝えてください。6月の3日からかな、6月の3日から、ブラックグレースっていうニュージーランドのコンテンポラリーなカンパニーの、研修生にあたるカンパニー B っていう舞台に出演します。出演します。もしニュージーランドとかオークランドにいらっしゃる方はぜひ見に来てください。はい。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。やっほー。今日はワーホリについてインタビューさせていただきます。お二人です。では早速始めましょう。お願いします。はい、では早速インタビューさせていただきます。お願いします。まずは自己紹介お願いします。あだ名みたいな。大学で休学してこちらに1年間のビザを取って今半年ぐらいですかでワーホリに来ました。どうぞよろしくお願いします。名前はバッテン。私は別にした方がいいかな。私はワーホリで来ましたちかです。あと半年ビザがあります。名前はバッテンです。はい、では次に、ワーホリ中に辛かったことについて教えてください。辛かったことは、今もちょっと辛いなと思うところなんですけど、若干住んでるところが都市部に近いというのもあってちょっと治安というか、ちょっと変な人見たこともないような変な人がちょっといたりして、あとはなんか寝てる時にちょっとドアをガンガンされたりだとか、それはちょっと日本で経験しなかったので辛いなっていうのもありますし、あとやっぱり英語が通じないっていうのがでかくて、特に最初の方なんかもう何にもわからなくて、銀行口座作るだったりとか一つとってもその仕事を見つけるっていうちょっと焦りがある中で全然何も通じないし進まないし、ちょっとバカにされるわで、なかなかしんどかった記憶はありますよね。その最初に言ってた変な人っていうのは例えばどういう感じの人ですか？ちょっとあれですね、顔が神がかって匂いがして、声が大きくてちょっと汚くてなんか薬物やってたりとかそういう感じですかね。そんな感じですね。薬物的なやってるような人がやっぱり近づいてくるのが若干怖かったですね。あんまり経験したことない。やっぱ日本は安全だからね、そういう経験しないもんね。安全です。ありがとうございます。はい。ではお願いします。私は仕事探しが一番辛かったです。で、なんでかっていうと、その自分の英語力もだし、そのカフェとかで通じるようなスキルとかが仕事探してる時なかったっていうのもあるけど、なんか全然メール打っても返ってけえへん来なくて、それがメンタルきます。
なんか何通も何通も送ってようやく返信返してくれるところが、例えばそこが今募集してないよみたいなのだったとしても、返信くれたことが嬉しいってぐらいに返信が来なくて悲しかった、辛かった記憶があります。あとは英語は私全然喋れないけど、初めの方がなんかマインドで乗り切ろうっていう気持ちが強くって、だんだん時間が経って半年とか経ってくると、私半年もいるのにまだこんな感じなんかとかってなんかちょっと思い描いてた、勝手に思い描いてた理想と現実を比べちゃって自分で勝手にマイナスに思ってしまうことがあって、それがちょっとしんどいかなって思いました。じゃあ仕事に関してはレジュメを直接配りに行ったりとかもしたんですか？行きました。でもちょっと楽しかった。初めは緊張したけど、それやってみたいことだったから私やりに行こうと思ってで、すいませんみたいな、応募してますかみたいな言ったら、みんな忙しいのに何みたいな感じで話聞いてくれて、でこれ私の CV みたいな感じで渡して、私本当何日迷ったか、無理って分かってたからだろうけど、フラワーアレンジメントのお店に私やりますって言って渋い配りに行った。そしたら経験あるって言われて、ないですみたいな。英語は喋れるって、喋れないですって。でもやる気だけがありますって言ったら、伝えておくねって言って受け取ってくれた。優しさに救われました。優しいです。めっちゃ優しかった。どれぐらい応募したんですか？お店ですか？配り歩いたの？トータルで全部10件ぐらいしか配り歩くのはしなくて、ネットとかで10件とかいろんなサイトに、4つぐらいのサイトにバババババっていろんなとこから情報取って送ってっていうのをしました。結局今の仕事はどれぐらいで見つかりました？仕事探し始めて2週間とか。結構早いですね。ですか？仕事探し出したのが遅くって私2ヶ月学校行ってたけど1ヶ月遊ぶぞと決めてて、で1ヶ月目にしてようやく2ヶ月目かにしてようやく動き出したの。そしたら思ったよりいかんくて、家でないとあかん1週間前とかに決まるみたいなんでドタバタでした。じゃあもしワーホリ来る方で語学学校行く方は早めに探した方がいいですかね？絶対。友達はその日本におる間から日本のジャパンレストランだけどアプローチしてるっていう子もいたし、もうスタートと同時にめっちゃ送りまくってるって子もいました。はいです。ありがとうございます。はい、皆さんいかがでしたか？もう一人私の、直接会った方なんですけど、ちょっと遠くに住んでいらっしゃるので、動画にすることはできなかったんですけど、一応インタビューっていう内容で、文章で、回答いただいたので、そちらをちょっと、公開したいと思います。じゃあ乾杯はじめまして。はい、いかがでしたでしょうか？私もね、本当にすごく来るのが結構不安で、いろいろね、どうしたらいい、何したらいい、英語力、お金、住む場所とか、いろいろね考えてたんですけど、これが少しでも、この動画が少しでも皆さんの不安を解消できるような内容だったらすごく嬉しいです。ね、今後もね、リクエストもらいながらこういう動画を作りたいと思いますので、チャンネル登録と、高評価、そしてコメントもぜひよろしくお願いします。じゃあまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。